はい、こんにちは。元機関投資家トレーダーの堀江です。今夜ですね、米国の雇用統計を控えておりまして、さらに来週にはアメリカの大統領選挙があります。で、その大きなね、イベントが続く中で、実はですね、あらゆるインデックスがですね、テクニカル上非常に重要なポイントに来てるんですよ。なので今回はそれらについて解説していこうと思います。まずはナスダックなど米国のインデックス、その後ですね、最近下落が続いているインドのセンセックス指数、こちらも重要なポイント来てます。最後にドル円相場と日経平均先物についてお話をしていこうと思います。ではまずですね、ナスダック100先物のチャートなんですけども、ビッグテックの決算がですね、すべて出揃いまして、時間外で上昇した銘柄もあれば、下落した銘柄もあるという状況ですね。10月31日に木曜日の米国市場は、ダウ、ナスダック、S&P500 すべて揃って下落したんですよね。今夜ですね、雇用統計がありますし、来週米国の大統領選挙ありますから、ポジション調整の売りが出てたっていうふうに考えることもできます。ただ、ナスダックの方はですね、日足で、重要なですね、主要な安値を割り込んだんですね。何が重要かというと、日足の上昇トレンドが終わる主要な安値を割り込んでしまいました。このように上昇トレンドが続いていたわけですけれども、その日足の上昇トレンドが終わる主要な安値を割り込んでしまったと。ですから今、日足のナスダック100先物ではトレンドがない状況ということになります。では週足はどうかということなんですけども、週足でもですね、実は上昇トレンドも終了してしまったんですね。上昇調整、上昇調整、上昇調整、上昇調整というふうに直近の主要な安値で割り込んでしまいまして、週足でも上昇トレンドが終了したという状況です。日足週足ではナスダック100先物の上昇トレンドがもう終了してしまったということになります。では、下落トレンドが発生したのかというとそうではないということですね。日足週足ともに上昇トレンドが終わったというだけであって、トレンドがない状況ということになります。では、月足はというと、月足は引き続き上昇トレンドの調整中という認識になるんですね。なぜかというと、ここら辺から考えていきますと、このようになっていますが、現状はですね、直近の主要な高値ですね、史上最高値を超えることができていませんので、まだ上昇はしてきたけれども、月足では調整中という認識になるわけですね。月足で上昇トレンドの推進派と言えるためには、史上最高値を超えていかないと、今推進派の最中だということが言えないわけです。ですから、現状は、月足では上昇トレンドの調整中という認識であり、週足と月足は上昇トレンドが終わってトレンドがない状況ということになります。そのためですね、今、日足と週足ではこれからどのトレンドが発生するのかということを見極めていく時間帯になりますし、月足の方ではこれから上昇トレンドの推進派が継続していくのか、それとも上昇トレンドが終わってしまうのかということを見ていくことになるということです。では、月足で上昇トレンドの継続するポイントというのは先ほど申し上げた通り、史上最高値を超えていくということによって、月足で上昇トレンドが継続するということになるんですけども、では、月足で上昇トレンドが終わるポイントはどこかというと、こうですね。この主要な安値を割り込むと月足で上昇トレンドが終わります。今年のですね、4月の安値になります。なぜかと言いますと、上昇トレンドがですね、このように、継続しているわけで、主要な安値ですね、直近の主要な安値がどこかということになるんですが、それがですね、この4月の安値になるわけですね。で、現状はその4月の安値、ギリギリのところ、月足の上昇トレンドが終わるギリギリのところまで売り込まれたわけです。でそこから戻っているんですけども、戻ってはいるとはいえ、直近の主要な高値を超えないとですね、上昇トレンドの継続というのが確認できませんので、現状は月足の上昇トレンドの調整中という認識になるわけですね。月足の上昇トレンドが終わる主要な安値というのが、先物で 17,113 ポイントになってるんですね。現在の先物の価格からすると 15% ですね、下落しないと、この主要な安値をですね、割り込むようなことにならないんですね。ですからまだ結構距離がね、あるといえばあるんです。ただですね、今夜は雇用統計がありますし、来週はアメリカの大統領選挙があるわけですから、どちらにですね、相場が動いてもおかしくないわけですね。雇用統計の結果、そして大統領選挙の結果として、直近のですね、主要な高値を超えると、つまり、上場来高値を再度超えるような展開になれば、月足の方で上昇トレンドが継続するということになりますし、そうではなく、今年の4月の安値を割り込む下落になれば、月足の方で上昇トレンドの方が終了してしまうということになるわけですね。従いまして、雇用統計の結果、上昇するのか下落するのか、あるいは大統領選挙の結果、上昇するのか下落するのかということを事前に予想しておく必要はなくて、結果が出た後に相場がどちらに動くのか、そして主要な高値、主要な安値のどちらを超えていくのかっていうことを確認すれば、今後の相場の展開が
わかるということなわけですね。では次にですね、インドのセンセックス指数ですね。最近ですね、下落が続いています。インドの指数はですね、長期投資で持っている日本人のね、投資家の方も結構いらっしゃると思うんですけども、月足の方で見ていくとですね、ずっと上昇トレンドが継続していたんですけれども、今ですね、月足のですね、主要な安値に接近しているんですよ。つまり、月足の方でずっと続いてきた上昇トレンドが終わりそうな水準に今来てしまっているということです。月足の主要な安値は今年のですね、8月につけた安値なんですね。ですから、今年の8月につけた安値を割り込むような下落になってしまうと、ずっと続いてきた月足の上昇トレンドが終了してしまうということになるんですね。一旦ですね、この2024年8月の安値を割り込む下落になった場合は、インドの指数に関係するETF の買いポジションを持っている人は一旦利確しておいた方が無難じゃないかなというふうに思いますね。で、その後、再度上昇トレンドがもう一度始まったら、また買えばいいということで、月足のね、上昇トレンドが終わった後ってどういうふうなチャートになるかというと、過去にはですね、例えばナスダック100なんかでいうと、2022年の1月にですね、直近の主要な安値を割り込んで月足の上昇トレンドが終わってから、そこからですね、大きな下落に見舞われたわけですね。ですから、一旦ですね、やっぱ月足の上昇トレンドが終わった時っていうのは、長期投資の方もですね、利益を確定させておく方が望ましいんじゃないかなと思いますね。はい、では最後にですね、ドル円相場と日経平均先物の話なんですけれども、昨日ですね、日銀の金融政策決定会合の結果が発表されまして、政策金利の方ですね、現状維持という結果になりました。ただですね、植田総裁はですね、今後の追加利上げについて否定をしませんでした。それによってですね、昨日はちょっと円高が進んだんですよね。ドル円相場はですね、現状、日足では円安トレンドの最中ですね。円安トレンドが終わる直近の主要な安値、こちらになっています。この日足の上昇トレンドが終わる安値っていうのが151円45銭ということになります。そこまで円高が進みますと、日足のですね、円安トレンドが終了するということになります。週足ではですね、過去の動画でご説明してますけど、今、週足は円安トレンドになっています。で、月足では、こちらも過去のね、動画でご説明していますけど、上昇トレンドが終了する直近の主要な安値を割り込んでるんですね。それによって今、月足ではトレンドがない状況ということになります。まずはですね、日足の方で円安トレンドがですね、継続するためには、こちらの直近の主要な高値ですね、つまり153円90銭ぐらいの高値水準を超えていけば、日足でさらに円安トレンドが継続することになりますし、そうではなく、直近の主要な安値ですね、こちら。151円45銭を下抜けるようなことになりますと、日足で上昇トレンド、つまり円安トレンドが終了すると。そしてトレンドがなくなるということで、日足とね、月足でトレンドがなくなったとしても、週足では現状は円安トレンドということになりますので、今ですね、雇用統計や大統領選挙の結果が発表される前の段階では、円安のトレンドが今あるということになりますね。日経平均先物なんですけれども、日経平均先物ですね、結構ですね、重要な局面に来てます。というのは、日足で見ていただくと、典型的な三尊天井のチャートパターンになりつつあるんですよ。このように。このように。そうするとですね、ネックラインと言われるのはここにあるわけですけど、ここを割り込んでいく。つまり、こっちの直近の主要な安値が、ここになるんですが、この水準、10月28日の安値、37,550円なんですが、ここを割り込んでしまうと、三尊天井が完成してしまいますので、大きく相場が下落してしまう可能性が出てくるということです。よくですね、三尊天井なんかは、目標値の決め方として、ネックラインとこの頭のですね、高値までの距離、その分下落するというふうに言われているんですよね。そういうふうに言われているっていうだけであって、私が勝手にそうだって言ってるわけじゃないですからね。そうすると、大体どのぐらいまで下落する可能性があるかというと、34,500円水準ぐらいまで、下落してしまうかもしれないということなんですね。ですから、こちらのネックラインの主要な安値ですね、37,550円を割り込むかどうかということに注目してですね、相場の方を見ていく必要があるということです。一旦そこを割り込んでしまうと、35,000円をね、割り込むような下落になってしまう可能性があると。じゃあこれをですね、ちょっと週足の観点からもう一度見てみるとどういうことになるかっていうことなんですけども、現状週足では上昇トレンドが発生しているわけですよね、このように。で上昇トレンドが発生したんですけれども、直近の主要な安値ですね、週足の上昇トレンドが終わるポイントになっている主要な安値の近辺まで売り込まれてから上昇したんですが、上昇してからまた上髭になってしまってるんですよね。で、それで三尊のような形になっていると。日足の方で三尊天井が形成される安値というのはこちらの安値なんですよね。こちらですね。37,550円。
で、そうするとチャート形状としてはこういった形になってくるので、週足の方で、ちょっと下落の N 波動のような形になってしまうと。で、そのすぐ下にあるのが、週足の上昇トレンドが終了するポイントの安値。それが 37,290 円なんですね。こちらの安値です。37,290 円なんで、結果として日足で三尊天井を形成したときには、週足の方では下落の N 波動にはなるんですけども、まだそこでは上昇トレンドが終了せずに、少しそこから下落して、37,290 円を割り込むと、週足の方では上昇トレンドが終了するということになりますから、先ほど見ていただいたように35,000をね、割り込むような下落になる可能性っていうのは、チャート上は大いにあり得ると言ってもいいんじゃないかなと思いますね。今ですね、11月1日の立ち会い中にこの動画収録しているんですけども、まだですね、この主要な安値まで若干距離があるんですけども、この 37,550 円の安値を割り込んでしまうと、三尊天井が完成してですね、危ないかもしれないと。ちょっと頭の片隅にね、置いておいていただければというふうに思います。はい、今回の動画面白かったと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。では引き続きトレンドしっかり見極めて儲けていきましょう。